こんにちは。今日は綿 100% の糸を使って半袖のサマーセーターを作っていきます。使う糸はセリアさんのニューエンジェルコットン。綿 100% でカラーナンバーは1番。25g 入って約65メートル。使用かぎ針の目安が3から4号。これを今回は6号で編んでいきます。3.5 ミリです。あとはマーカーととじ針とハサミを使います。これから編むサイズは横が46センチの縦が55センチ。もし長さを変えたいときにはこの段の数を変えてください。これは6段で1つの模様になっています。この段数を増やしたり減らしたりしてください。で、この横幅を変える場合はこの玉編みが一つの模様になっているのでこの玉編みの数を変えてください。これでは16個で46センチになっています。6の倍数プラス1で編んでいきます。今回の作り目の数は6の倍数プラス1目でできています。私は97目で編みました。97目で約46センチ。模様の数は16。サイズを変更する場合も6の倍数プラス1目にしてください。例えば模様の数を15にする場合には91目。もうちょっと広く17にする場合には103目にします。6の倍数プラス1の鎖を編んでいきます。私はサンプルとして小さく編んでいきます。鎖を編む加減は普通ぐらい。鎖編みが終わったら細編みをしていきます。細編みをするので鎖を1つ。1つ戻って2つ目に細編み。表ではなくて裏返してこの糸が盛り上がっているところ。針から1、2、2つ目に細編み。隣にも細編み。次も次もこのまま端まで細編みを続けます。細編みが終わったら鎖を1つ裏返します。鎖の根元に細編みを1つ。鎖を1つ。足元2つ飛ばして3つ目に長編み。鎖を2つ。1、2。同じところに長編み。鎖を1つ。足元2つ飛ばして3つ目に細編み。
これで細編みと鎖1つ長編み、鎖2つ長編み、鎖1つで細編み、これを繰り返します。細編みの次は鎖1つで長編み、鎖2つで長編み、鎖1つで細編み、でまた同じように細編みの次は鎖長編み、鎖2つ長編み、鎖細編み、これを端まで繰り返します。端の細編みに最後の細編み、これで2段目が終わりました。次は3段目、鎖を4つ、1、2、3、4で裏返します。次はちょっと変わった玉編みをします。この三角に針を入れて玉編みをします。絡めて押さえて三角の中、糸を引き出して押さえてもう一度糸を引き出します。これで2回糸を引き出しました。端の1本は残しておいて、このまま一度に引き抜きます。でまた引き抜きます。これでちょっと変わった玉編み。玉編みの次は鎖を2つ。でまた玉編み、三角に針を入れて糸を引き出します。でもう一度糸を引き出します。端は残しておいて他を一度に引き抜きます。でもう一度、これで玉編みが2本、鎖を2つ、でまた玉編み絡めて、で端は残しておいて、これで玉編みが3つ。3つできたら
鎖を一つ。ここは鎖二つ、鎖二つ。で、ここは一つ。三つできたら鎖一つ。ここは二つ。で、また次の三角。糸を引き出します。もう一回糸を引き出します。ここは残して鎖二つ、これで玉編みが3つ。3つできたら鎖1つ。で、また次の三角。3つできたら鎖を1つ。これを繰り返していきます。次の三角。これを端まで繰り返していきます。端まで来ました。玉編み3つの後でも鎖1つを編まないで、このまま長々編み。長々編みは針に糸を2回絡めて、で、端の細編み。で、糸を出します。2本ずつ引き抜きます。で、また2本。で、また2本。これで長々編み。3段目が終わりました。次は4段目。鎖を4つ。1、2、3、4。裏返します。次は方眼編みをしていきます。玉編みと玉編みの間に針を入れて長編み。で、鎖を1つ。で、また玉編みと玉編みの間。鎖を1つ。
でまた玉編みと玉編みの間、これを繰り返していきます。鎖1つ、これを端まで繰り返していきます。端まで来ても長編みの次には鎖を1つ、で下の鎖の下から4つ目、最後の長編み2本の糸の下になるように針を入れます。これで4段目が終わりました。次は5段目。また鎖を4つ。裏返します。また方眼編みを繰り返していきます。長編みの上に長編み。鎖1つで長編み、鎖1つで長編み、でまた鎖1つ、これで端まで編んでいきます。端まで来ました。また長編みの後には鎖を1つ、下の鎖の下から3つ目、ここに長編みを1つ、2本の糸の下に長編み、これで5段目が終わりました。次は6段目。また方眼編みを繰り返します。鎖を4つで裏返して、さっきと同じように長編みの上に長編み、鎖1つで長編み、鎖1つで長編み、またこれを端まで繰り返します。6段目の端まで来ました。また長編みの次には鎖1つで鎖の下から3つ目、長編み、これで6段目が終わりました。次は7段目。この6段で1つの模様になっています。次はここと同じように細編みを編んでいきます。鎖1つで裏返して、鎖の根元に細編み、次は四角の中に針を入れて細編み、
次は長編みの上、次は四角、長編みの上、四角、長編み、これを繰り返していきます。7段目の終わりまで来ました。今までと同じように長編みの上に細編みで、端では鎖の下から3つ目を指で押さえます。1、2、3、鎖を指で押さえて四角に細編み、次は指で押さえている下から3つ目の鎖、ここに細編みを1つ、これで7段目が終わりました。次はこの2段目と同じように編んでいきます。鎖を1つ裏返して鎖の根元に細編み、鎖を1つ長編み、1、2、3、鎖2つで同じところ、鎖1つで3つ目、1、2、3、また同じようにで、これで端まで編んでいきます。8段目の終わりは端の細編みに最後の細編み、次は9段目、鎖を4つ、4で裏返して三角に玉編み、鎖2つでまた玉編み、で鎖1つでまた次の三角、これで端まで編んでいきます。9段目の終わりでは玉編みの後でも鎖1つを編まないで、このまま長々編み2本ずつ引き抜いて長々編み、次は方眼編み、ここと同じように3段編んでいきます。鎖4つ裏返して玉編みと玉編みの間、また玉編みと玉編みの間、
でこれで方眼編みを3段編んでいきます。でこの6段ずつを9段編んでいきます。この模様を9個編んでいきます。糸が短くなったら足していくんですが、初めはこういうふうに普通に端の方で足していったんですが、そうすると糸始末した時にだいぶ膨らんでしまうので、今回は結んでいこうかなと思っています。で結び方はマジックノットといって、ちょうどお互いの結び目の中を通って結んでしっかりと結ばれるようなやり方です。茶色を通した白の結び目を作ります。この下を通ります。で結びます。次は白を通して茶色の結び目、下を通ります。で結び目、この糸端が両脇に来るようにします。ちょっと引き絞ってで引っ張ります。これで結び目ができました。玉編みの模様編みを9段編んできました。間の方眼編みは3段だったんですが、最後だけは7段にします。その上に細編みを1段、これと同じものをもう1枚用意します。肩の部分を縫い合わせていきます。この幅は好みにしてください。私は約9センチにしました。端から20個目の細編みにマーカーをつけました。で内側を表にしています。こっちは裏で内側が表。この細編みを見て表を決めます。で表を内側、この糸を使って合わせていきます。この幅の 3.5 倍ぐらい、3.5 倍ぐらいの糸を残します。向こうから針を入れます。2本の糸の下、こちら側も同じように2本の糸の下、でまた同じように向こうからこっちも次も次も
このまま同じように合わせていきます。マーカーのところにも針を入れます。最後のところでもう一回ぐらい通しておきます。で、糸始末。反対側も同じように合わせていきます。両方の肩を剥ぎ合わせたら、次は袖を編んでいきます。前身ごろから後ろ身ごろまで続けて平らに編んでいきます。表を上にして模様の上から3つ目の模様、3つ目の模様の細編みだけの段、ここにマーカーをつけます。上から1、2、3の細編みだけの段、反対側も同じように上から1、2、3の細編みだけの段にマーカーをつけます。このマーカーとマーカーの間をまず細編みで編んで、次に方眼編み、ここと同じように3段編んでいきます。表を上にしてマーカーのところから始めます。新しい糸、糸を引き出します。で、一回引き抜きます。で、これは引き絞って鎖を一つ、鎖の根元に細編みを一つ、でマーカーをつけておきます。隣には細編み、この段では細編みから始まっているので、ここは細編みになっています。ここには細編みを一つ、次は鎖を4つ編んだところ、ここには細編みを3つ、1、2、3、次は四角、鎖3つのところには細編みを2つ、四角の中に針を入れて細編みを2つ、次も2つ、
次もで細編みのところには1つ、ここに1つで、次も細編み、次は3つ、次はまた四角、細編みを2つ、でまた細編み、3つ、2つで、この合わせ目のところまで編んでいきます。合わせ目のところまで来ました。また細編みには1つ、次は合わせ目のところに1つ、細編みと細編みの真ん中、ここに細編みを1つ、次は細編み、これで合わせ目には細編みが3つ、次からはこれまでと同じように四角には2つ、でまた同じように編んでいきます。マーカーの手前では同じように細編み1つ、マーカーのところにはまた細編みを1つ、これで細編みが終わりました。次は方眼編み、ここと同じように編んでいくので鎖を4つ、で裏返します。で足元1つ飛ばして2つ目、でまたここと同じように3段編んでいきます。この端めのところまで同じように編んでいきます。端まで来ても今までと同じように鎖1つで、マーカーのところに最後の長編み、でまた同じように鎖4で裏返して同じように編んでいきます。でこれを全部で3段まで編んでいきます。3段編んだら糸を切ります。次は脇を
閉じ合わせていきます。内側を表にします。こっちは裏で表で裏で閉じ合わせていきます。最初に編んだ鎖の端、反対側も最初に編んだ鎖の端で糸を持ってきます。引き出します。で引き抜きます。でちょっと引き絞ります。で次の細編みに針を入れます。反対側も同じようにで引き抜きます。で次の細編みで引き抜きます。これもかぶせるようにして引き抜きます。これで引き抜き編みが2つ。次は鎖3つでまた引き抜き編みをします。1、2、3でこの鎖と長編みの間反対側も長々編みと鎖の間引き抜きます。でこういう感じで次は長編みのところは鎖2つでこの境目反対側も境目次も鎖2つで境目で細編み細編みのと長編みの境目で次は細編みでまた細編みで次は長々編みここは鎖3つで長々編み1本の代わりのところここは鎖を3つで境目長々編みのところは鎖3つ長編みのところは鎖2つ次は長編み鎖2つ
あまりきつくならないように編んでいきます。次も境目、次は細編み、次もで、次は鎖3つ、次は2つ、でこういう感じで袖のこの曲がったところまで編んでいきます。ここが角になっています。そこまでは今までと同じように鎖2つで長編みと細編みの境目、向こうも同じように長編みと細編みの境目で引き抜きます。次はこの細編みと向こうの細編み、ここの細編み合わせて引き抜きます。で、次はこの細編みに引き抜き編み、向こうもここに袖を編んだ時の最初の細編みで引き抜きます。で、これ以降は今までと同じように鎖2つで境目、こっちの境目、
で、ここは鎖の下から3つ目。で、引き抜いて終わりです。あとは糸始末をします。で、他も糸始末をします。サイズは横が46センチ、縦が55センチ、肩は9センチのネックラインは28センチ、袖は22センチの3センチ。とっても可愛く出来上がりました。最後までご視聴ありがとうございました。